とうとう1億年も未来まで話は進んでしまいました。そうですね。先ほどのトゥアチュート、はい、どうですか？人間よりずっと可愛らしいみたいですね。ひょうきんな感じもしますね。はい。で、生活がですね、こう明るい、そんな感じしますけど。なんか楽しく人生が送れそうな動物ですね。まあ問題はですね、はい、そのトゥアチュートの頭の中身がですね、はい、どうかということが問題だと思うんですよね。どんな文明をこう築いていくのかですけど、人間みたいに服着たりなんかしてましたしね。どっか似たような運命をたどるんじゃないかなみたいな気もしますね。から手も足も一本ずつだったんですけどね、はい、あの手でですね、例えば人間の遺跡を発掘して、人間がどういうふうに生活してどういうふうにして滅んだのかということを研究してですね、はい、それをどう生かすかですね。そうですね、自分たちが滅びないために私たちがその、役割を果たすかもしれないですね。そうですね、はい、いずれにしましてもディクソンさんはですね、地球では人間が最初で最後の知的生物であろうというような発言をされておりますね。もし仮にそうだとすると責任は重大ですよ、これ。そうですよね、今地球上のほとんどの生物、人間がその運命を握ってるって言っても過言でないですからね。そうですね、他の動物生物が人間次第ということになるわけですから、はい、今果たさなければいけないしなければいけない役割というのは何なのかということを考える必要がありますね。それも急いで考えないと本当にアフターマンの世界になってしまったら大変ですもん。これまでもさえも相当なことをやってきてますからね、はい、それに今世界中のあちこちで、環境の問題がクローズアップされております。今だけにですね、はい、本当に考えなければいけない時期だという感じがしますね。でも5000万年後なんですが、人類が絶滅してっていうお話ですけど、はい、でもそうじゃなくて、その時にもやはりこの地球上で他の生き物と人間は一緒にこう生活していってほしいですよね。そうですね、本当にね、知恵がある人間というのは知恵がある生物動物ですからね、仮にですね5000万年後ディクソンさんのおっしゃるように絶滅していると、そういう運命であるとしてもね、その運命を覆すだけの知恵とか知能っていうのを持ってる生物だと思いますね、はい、ですから本当にその時代になっても他の動物と共にあってほしいという気がしますね。はい、知恵とそれからハート、心もあったらなんかそれが実現してほしいし、できそうな気もしますよね。他の動物と明らかに違うところは、ハートがあるかどうかということも言えると思うんですよね。さてディクソンさんは今どこに行ってるんでしょうか。もう遠い遠いずっと遠い未来の方なんでしょうか。さらに50億年が経ちました。太陽はその大きさを増し、赤く鈍く輝いています。地球はまだその周りを回っています。ここはかつて海の底でした。すでに水は蒸発して焼けただれた土があるばかり。生命の姿はどこにもありません。太陽はどんどん膨れ上がってやがて地球を飲み込んでしまうでしょう。地球がその一生を終えようとしています。長い長い進化の歴史もこれで終わります。何故生きるのか。人間は一生をかけてその答えを探します。生命の意味、知性ある生物はそれを考えるために存在しているのかもしれません。私たちの未来の旅もここで終わります。それではさようなら。そしてついに地球がその一生を終えます。地球を飲み込んだ太陽は今度は物質を宇宙にまき散らしながら小さくなっていきます。生物を作っていた物質も宇宙の彼方に散り散りになってしまいます。
遠い宇宙のどこかで物質が集まり始めます。やがて星が生まれます。その星にも惑星があるかもしれません。そして運が良ければその惑星の上で再び進化の歴史が始まります。命の流れは宇宙がある限り途切れることなく続いてゆくのです。